カーボーイブーツでああいうシルバーのメタリックなデザインっていうのはこれまでなかったので、エディの SS らしい組み合わせかなっていう。彼自身バックボーンだったりとかカルチャーだったりとかを持った人間なので、もう僕自身ファッションは自分自身をもっと今以上に高めてくれる魔法のようなものかなっていうふうに思ってるので。柴田康介です。24歳です。セリーヌ自体は前任のフィービー・ファイロっていう女性のデザイナーがクリエーションしてた18年の SS あたりから好きでして、でも19年からエディに変わったことで、もともとエディ・スリマンが好きということでより一層好きになりましたね。普段はやっぱりもともとのスタイリング的に細身でスタイリッシュなものがすごく好きなので、結構細くて、あとは色物っていうよりはやっぱりモノトーンの結構洗練されたようなデザインのものが好きなので、そういったものを取り入れるようにしてますね。シーズンでいうとやっぱりその19年 SS なんですけれども、テーマがパリの夜っていうテーマになってまして、16年にエディ・スリマンがサンローランを退任したんですけれども、その後でファッション業界にカムバックするっていう風になった最初のシーズンでして、やっぱりセリーヌはもともと前任のフィービー・ファイロっていう女性のデザイナーがその結構長い間女性のための大人のワードロープ、エレガンスなものっていうのを作り上げてきてたので、それをそのエディがどういった風にアレンジするのかっていうのを世間的にも結構注目を集めてたんですけれども、実際にコレクション発表してみるとやっぱりエディ色がかなり強い、細身のでモノトーンなジャケットにパンツでシャツタイに革靴っていうルックだったので、世間的にはやっぱり賛否両論ありましたけど、僕個人としてはやっぱり彼のそういったブレない軸がすごくかっこいいなっていうふうに再度確認したシーズンでしたね。まず最初のこのルックが最初見た時にかなりかっこいいなって思ってて、結構エディっぽい細身でスタイリッシュな感じのデザインが入ってるなっていう印象は受けましたね。SS なのでこういうちょっとノースリーブだったりとかっていうものもいいのかなって思ってて、で今回この使ってるサングラスとかに関してもセリーヌ・バイ・サングラスっていう新しいデザインのものを使用しているみたいで、かなりちょっと近未来的な感じのアイテムが多く取り受けられてるなっていう印象ですね。個人的にはこのシュノのルックで使っているブーツ、カーボーイブーツを今回取り入れてるんですけど、とかもかなりスタイリング的にも太めのパンツと合わせても合うなと思っていいと思いますね。あと注目はこのウルトラルーズなバギーデニムですね。エディ・スリマンはやっぱり細いデザインが多い印象があったので、これをルックで見た時は正直ちょっとびっくりはしましたね。今回はこういったアイテム一つ一つがかなりスパンコールだったり刺繍だったりとか、ただのなんかシンプルなもので終わらないっていうのが結構印象は強くて、装飾がかなり凝ってるなっていう印象ですね。個人的にはこのルックとかは結構サンローラン時代とかにやってたようなちょっとヒッピーっぽい感じのデザインも取り入れてたりしてるので、これも結構良かったですね。あとこのブーツですね、結構印象的なんですけど、これまでもサンローランとかでもシルバーのブーツ出してたり、ディオールオムの時代に金色のブーツ出してたりとか、かなりブーツの印象は強いんですけど、これちょっとカーボーイブーツでああいうシルバーのメタリックなデザインっていうのはこれまでなかったので、これはすごいかっこいいなって思いました。一応似てるシーズンでいうとサンローラン時代の16年 SS がちょうどそのグランジとかそういったものをテーマに扱ってたシーズンだったので、系統的には近いかなと思うんですけれども、でも16年 SS はここまで太いルックとかは出してなかったので、そういった部分では新しい試みかなと思いますね。
21年 SS ですねで出してたダンシングキットがストリート色強めでサンローランの16年 SS と似てるなっていう印象だったんですけれども、それをAW のティーンナイトポエムを踏まえてちょっとモードとロック、それにプラスでこういったストリートっていうのをまた織り交ぜてるような感じの印象が今回の SS のコレクションかなと思います。個人的にはこういう感じの細めのレザーパンツにトップス、パーカーとかカジュアルなものを合わせて上からレイヤードさせていくっていうスタイリングが今のエディっぽい合わせだなと思うので、これは結構気に入ってましたね。あと今回に限って言うと結構使ってる曲もイジーカミナっていうその女性の新越のアーティストの方でアップンダウンっていう曲だったと思うんですけど、かなり印象的にもコレクション向けでかっこいいなと思ってたので、それも個人的には刺さりましたね。この辺とかは去年の SS で出してたダンシングキットとかと似たようなちょっと短めのカットオフのデニムのショートパンツにトップスボンバーシルエットのものを合わせるみたいな合わせなので、最近のエディの SS のスタンダードなのかなっていう印象ですね。個人的にこれが一番好きです。レザーにちょっと白のロングシャツを合わせてレイヤードして、で下は細めのレザーパンツですっきりまとめてっていうルックはかなりかっこいいですね。結構カウボーイブーツの他にも今のルックでも入ってたようなコンバットブーツをちょっと足元に持たせてボリュームを与えて、でもパンツはショート丈のショートパンツで合わせてっていうバランスが結構個人的には好きなので、それがやっぱりエディの SS らしい組み合わせかなっていうイメージはありますね。でも従来のエディ・スリマンのコレクションと、去年あたりから違うのはトップスもボトムスも細めのものを使うっていうよりは、トップスは結構ゆとりがあって、ただ着丈はそこまで長くないものを使って、サイジング自体はちょっとゆとりがあるっていうものを使っているのに対して、パンツはかなり細くてそこでちょっとオンオフを切り替えてるっていうルックが結構多いのかなっていう印象はあります。このルックとかも結構ビビッドなカラーのピンクを使ったりとかしてて、ちょっとパンキッシュな要素が強いなっていう印象ですね。これもかなりかっこいいですね。スタッツを入れたライダースでバッグがかなり印象的なペイントがされてて、この辺もだいぶちょっとモーターサイクルっぽいライダースなので、去年の SS から引き続き出してるちょっとストリート色があるようなルックかなと思います。ただ去年の SS と比べて違うところは、足元が去年はだいたいそのスニーカーを合わせることが多かったり、あとブーツ合わせるにしてもコンバットブーツとかボリュームがあるものが多かったんですけれども、今回の SS に関してはさっきあったカウボーイブーツみたいな結構スタイリッシュでトゥーが尖ってるような、そこまでカジュアルにならずモードにも使えるっていうブーツを合わせてる印象が強いですね。この Python のブルゾンにしてもスパンコールの使用がされてたりとか、一点一点はかなり凝ったディティールなので、そういった部分では手間がかかってるなっていう印象はありますね。ファーコートとかも今回のテーマの一つとしてネオサイケデリックっていうのがあるので、それをこの色合いで表現しているのかなっていう印象です。去年かなり太めのスネークネックレスとか、ちょっとアクセサリーがごつめのものが多かったので、そこから AW も継続して出してて、で今回の SS も印象的なネックレスだったりチョーカーだったりとか、そういったアイテムはやっぱり多く展開してますね。でこのルックが結構テーラード寄りというか細身で、今シーズンのこの中だと結構エディの王道っぽい感じのルックかなと思います。あとSS なのでこういうちょっと白とか明るめの色合いのセットアップだったりアイテムが随所に見られるのもまた特徴的ですね。このちょっとボヘミアンルックみたいな形のトップスが、これプルオーバーのシルクシャツみたいな素材感だと思うんですけど、こういうのはこれまで展開してなかったので割と珍しいアイテムだなと思います。こういうトラックパンツとかもあまりそのエディっぽい印象はこれまでサンローラン時代とかまではなかったので、セリーヌになってからこういうちょっとスウェットだったりトラックパンツとかジャージ素材のセットアップとかも出してたりするので、その辺は新しいなと思いますね。全体の印象としてはやっぱりその1990年代のムードがかなり現れているものだなと思いまして、で、ライダースのルックに関してはかなり細身でスタイリッシュなモデルが多くて、それと対照的なウルトラルーズなバギーデニムだったりとか、そういったものを取り入れているルックが多かったので、
これまでのエディ・スリマンっぽい感じとはまたちょっと違った角度から発表してきたなっていう印象はありますね。今回の 22SS のセリーヌのコレクションテーマがコズミッククルーザーっていうものになってまして、これは新しい時代に乗るコズミック T の不安な夢っていうものを表現しているコレクションになっているそうです。FMX ライダーたちをそのオープニングでも採用してたように今回使ってるんですけれども、2011年より彼らのドキュメンタリーをエディ・スリマンが撮影しているっていうつながりもあって今回FMX ライダーを採用しているようですね。で彼らのエクストリームなフリースタイルっていうのが今回のコレクションの核となるユース、エナジー、スケーター、ネオウェーブ、ネオサイケデリックっていうものを象徴しているというふうにされているようです。良くも悪くもコレクションはその洋服を見せるっていうことが一番テーマにはなってるので、どちらかというともうモデルさんがランウェイ歩いてで、エディ・スリマンが作った洋服を発表する場っていう印象が強いと思うんですけれども、やっぱり彼自身すごいカメラとかも本格的にやってる方で、映像のクリエーションの仕方がとても上手なので、今回の特設のステージを作ってそのライダーたちを採用してで一つのムービーとしての作品を作り上げてるっていう部分だったり、あと一番すごかったのはもう去年の AW のティーナイトポエムっていうジャンポール城を舞台にして行ったコレクションだったんですけれども、やっぱり世界観も込みでこういったエディ・スリマンが表現したいことっていうのが伝わるところだと思うので、個人的にはこういうコレクションムービーの方がかなりいろんなそのデザイナーの考え方だったりとか、そういったクリエーションしてることだったりとかを学べるんじゃないかなと思いますね。レザーのアイテムはやっぱりレザーのスキニーとか特にかなりかっこよかったんですけれども、多分価格帯がめちゃくちゃ高いので、そこは実際に店頭に並ぶようになってから値段と相談かなっていう感じですね。あと印象的だったのはやっぱりカウボーイブーツがすごい印象的だったので、特に装飾がされていてで、ふくらはぎあたりまであるロングブーツに関してはかなりかっこいいアイテムだったので、個人的に結構、セリーヌ抜きにしても欲しいなって思ってるアイテムの一つではあるので、そこはチェックしたいなと思ってますね。これはもう 19SS のセリーヌのスペンサージャケットっていう丈感が短いジャケットですね。シャツも同じく 19SS のセリーヌで、ルックだと多分シンプルな黒のスペンサージャケットにでパンツ黒も合わせてでこれを差し色で使ってたみたいな感じだったと思うんですけれども、やっぱりそのストライプの印象がすごい綺麗に見えるかなと思うので、これも結構気に入ってます。ネクタイに関してはサンローランなんですけれども、でも細身のナロータイでシャツがやっぱりストライプが入ってるので、そこに柄物入れちゃうと結構ごちゃごちゃしちゃうかなって印象だったので、タイはここで無地でワンポイントのアクセントとしてつけるようにしてますね。パンツもセリーヌの 19SS で展開してたニューウェーブっていう形のパンツなんですけれども、これもエディ・スリマン就任したタイミングで新しく発表した形のもので、2タックくらいここにタックが入ってて、裾に行くにつれてテーパードがかかってるようなパンツなんですけど、かなり股上が深いのでハイウエストで履けるものになってて、個人的にはすごい気に入ってる形のモデルですね。靴もエディが就任して 19SS で展開してたジャクノっていうシリーズのモンクストラップがついてるシリーズなんですけれども、レースアップの通常の革靴も出してたんですけれども、あっちの方が印象が強くて、レースアップだとちょっとドレッシーになりすぎるところを少し外してるけどスタイリッシュでモダンな印象が好きだったので、あちらも結構入ってますね。アクセサリーだと、前のインタビューでも伝えさせていただいたんですけど、この手錠型のブレスレットがセリーヌのもので、これもエディ・スリマンがセリーヌに就任した際に手掛けた手錠型のもので、かなりアクセントとしてシルバーもスタイリングシルバーっていうシルバーを使っているので、結構シルバー系のジュエリーと合わせても合うかなと思って使ってますね。リングはこれはクロムハーツなので、やっぱりエディ・スリマンの洋服自体結構そういったロックテイストなものとかも合いますし、エディの特徴としてデザインの根底にあるのが少年性とロックっていう2つなので、それも合わせて結構馴染むかなと思って気に入ってつけてますね。平均してみるとだいたい 2,3 ヶ月に1回くらいの頻度ですかね。セリーヌとかに関してはそれくらいですね。プロパーでお店で買うものももちろんありますし、あとはやっぱり前のシーズンのものが好きだったけど今はもうシーズンが切り替わっちゃってて販売してないっていうものとかもあるので、そういう場合はフリマアプリのメルカリとか、あとラクマとかで探したりとか、あとそういったブランド古着屋さんとかに行って探したりとかっていうこともしますね。エディ・スリマンに出会って変わったことは結構ありまして、彼自身かなりバックボーンだったりとかカルチャーだったりとかを持った
人間なので、そういった部分はやっぱり自分がスタイリングとかファッションを表現する上でもただかっこいい服を着るっていうだけじゃなくて、作り手のバックボーンとか何十年代のものがソースになってるとか、そういったカルチャーだったりとかを取り入れることでより一層ファッションに深みが出るなっていうのは感じたので、そこはすごい彼から学んで実際に生かしている部分ですね。1968年の7月5日生まれのファッションデザイナーの方でして、根底にあるのは少年セットロックっていう2つのテーマを根底にデザインをしてまして、パリ政治学院っていう高校を出た後でルーブル美術学校に通ってアートを学んでます。なので実際に学生時代にファッションを専攻して学んでたっていう形ではないんですね。でその後1990年から97年の7年間の間でジョゼレビっていうメゾンのだったり、あとジャンジャック・ピカールっていう結構有名なその重鎮の方がいるんですけどの下で働いてますね。でその後1997年にイヴ・サンローラン、リブ・ゴーシュ、オムのクリエイティブディレクターに就任して、で2000年になるとクリスチャン・ディオールから招かれてディオール・オムのクリエイティブディレクターとして活動しますね。で2007年の AW を最後にディオール・オムは退任するんですけれども、その後エディの下で右腕として活躍してたクリス・バン・アッシュっていうデザイナーの方を次のデザイナーに任命します。その後2012年の3月7日だったと思うんですけど、サンローランに再び戻ってきて、その頃まだイヴ・サンローランだったんですけど、ブランドのネームロゴを YSL からサンローランパリへと変更して、でそこでまた一新をちょっとサンローランで起こすような形になってます。でサンローランは16年の AW を最後に退任して、で2019年現在のセリーヌのクリエイティブディレクターになって、でそれまでやっぱりセリーヌのロゴも E の上にちょっと記号みたいなのがついてたりとかしてたんですけど、それをまたロゴを新しく変えてよりスタイリッシュでモダンな形のものにして、でショップに関してもそのレイアウトを結構フィービーファイルがやってた頃は明るくて親しみやすいようなネイチャー調だったんですけど、それを大理石を取り入れたかなりモダンでスタイリッシュな感じのショップに内装を変えたりとかもしてましたね。就任したタイミングでネームロゴを変えるっていうのはすごいやっぱりかなりファッション業界からしたらちょっとどういうことをするのかとか先が見えないっていうところで怖い部分ではあると思うんですけれども、多分彼自身その自分が持ってる軸がしっかりしてるので、前のデザイナーがどういうふうにやってたとかは関係なしに自分はこうだっていうのを表現するっていうことの先駆けでも、そういったネームロゴの新しくその自分でデザインしたものに変えるっていうことをやってるんじゃないかなと思いますね。今その去年の SS から今年の SS にかけての3シーズンでいうとちょっとゆったりしたシルエットのものとかが多いなっていう印象あると思うんですけど、とはいえエディ・スリマンの洋服といえばかなり細めでタイトな洋服が多いっていう印象は、持たれてる方は多いかなと思うんですね。でそれに関してももともとエディ・スリマンが10代だったり20代だったりとかの若かった時にかなり彼自身が華奢で細身の人間でして、で既存で売ってる洋服だとどうしてもサイズが合わないっていう形になってたみたいで、自分自身で自分の体に合うような細身な洋服を作ってそれを着ていたっていうエピソードがあって、その自分自身のコンプレックスだったりとかをそのデザインソースの元にしていて、今現在みんながその印象に思ってるような細身なアイテムとかを作ってるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますね。すごい彼自身かなり行動力があって、一からクリエーションをされる方なんですね。例えばサンローラン、セリーヌとかのキャンペーンの写真だったりとかも自分でそのカメラを持って撮影をモノクロの写真をしてそれを使ったりとか、実際にかなり音楽が好きな方なのでライブハウスとかに出向いてイケてるそのインディーズのバンドたちの声をかけてショーのフロントローに呼んだりとか、あと曲を使ったりとかショーのモデルとして起用したりだったりとか、そういったことを自分の足で一からその現場に踏み込んでクリエーションしていく人なので、そういった部分はかなり自分自身モチベーションを高めてくれるような逸話かなっていう印象はありますね。エディに関するものだったらサンローランのルーカスアンクルブーツっていう6センチヒールのサイドジップのヒールブーツになるんですけど、もうエディが退任された後に買ったんですけど、でもシルエットがすごく綺麗でデザインを手掛けたのはエディ・スリマンで、そのヒールブーツをやっぱりすごく気に入ってたので、そこからエディのアイテムによりちょっとフォーカスするようになったっていうのはありますね。
で今日着てるアイテムで一番好きなアイテムで言うとこのやっぱりジャケットですね。スペンサージャケットっていう19年の SS でしか展開してない形なんですけど、これ以外にもストライプの白黒のデザインだったり、無地の通常の一つボタンのシングルのジャケットだったりとかも展開してて、すごくやっぱりスタイリッシュで細身な印象なので、丈感が絶妙に短くて好みなので、それはすごい一番好きなアイテムとして使ってますね。サンローランとセリーヌのコレクションを参考にしているのと、あとは好きなミュージシャンたちのその舞台衣装だったりとか、そういったファッションを参考にして組むことが多いですね。王道なところで言うとニルバーナのカート・コバーンだったり、アークティック・モンキーズっていうイギリスのバンドがあるんですけどのボーカルのアレックス・ターナーっていう方だったりとかは結構舞台衣装でサンローランだったりとか着てたりもするので、かなりかっこよくて、ファッションに取り入れることが多いですね。でファッションに踏み出してない方々に関してもやっぱり勇気を出して最初の一歩を踏み出してほしいなっていうふうに思いますね。最初の一歩を踏み出すのって結構やっぱり怖いと思いますし、で周りの友達だったりとかから冷やかされたりちょっとバカにされたりとかっていうこともあると思うんですけど、でも僕自身ファッションは自分自身をもっと今以上に高めてくれる魔法のようなものかなっていうふうに思ってるので、自分が信じたしたいファッションっていうのを人生が一度きりなのでやり抜いてほしいなっていうふうに思いますね。